はい、今回は子供の顔を描いてみますね。まず卵型をね、描いて、そしてね、これ目の位置なんですけども、上の方が大きく、下を小さくします。これはね、子供の顔としてね、とても大事なところです。子供の顔というのは、まだ顎がね、未発達なんですね。ですから、下の方を小さく、また首も細くします。目はね、それからお鼻もお口もそうなんですけども、相対的にちょっと大きめに描きます。そうすると、ほら、ね、可愛い子供の雰囲気が出てくるでしょ。こうですね。さあ、では塗ってみましょうね。まずね、明るいイエローレモンを薄く塗って、そしてオペラピンクも薄く溶いて、ね、ちょっと可愛い雰囲気ですね。回し乗せます。それからね、これですね。お約束の人間のね、血の色を塗っていきます。ねえ、もうちょっと極端かなと思うぐらいね、赤く色を使っていきましょうね。そうすると、ほら、ねえ、なんか生命感あふれた顔になってきますよ。そして、今度は日陰のところには、青紫の色を塗ります。あと、グリーンとかね、イエローをちょっと加えると、なお、いいと思いますね。目や鼻の立体をちょっと強めて、このくらい強い色を重ねましょうね。とにかく顔の立体感をしっかり描きます。髪の毛はね、最初はね、こんなオレンジ系の色ですよ。で今日はね、ピンクのヘアバンドをつけています。今塗っているのは白目のところの日陰のところですね。で、鼻の形をしっかりもう一回描き起こして、いよいよ目玉ですね。ほら、ね、なんか生きてきたでしょ。髪の毛はいつものように筆を折って描きます。こんな感じですね。後ろの方の髪の毛と日陰の方の髪の毛はこのくらい単純化してね、たっぷりと描きます。そうするとね、こう可愛い少女の雰囲気になってくるんですね。余分な線を消してから、今日はね、白いお洋服ね、だから日陰ちょっとブルーで塗ります。さあ、はい、これで出来上がりです。今回はね、子供の顔を描いてみました。ね、可愛いでしょ？この子供の顔を描くときのコツですね。これは最初のデッサンの時にちょっとお話ししましたけども、大人と子供の顔の大きな違い。それはね、子供はね、大人に比べてこの顎が小さいということですね。まだ永久歯が生え揃ってない。だから顎は小さいんですね。で、顎が小さいと目とかね、鼻やお口がね、相対的にこう、ちょっと大きく見えるんですね。だからそこら辺のとこをちょっとうまく捕まえてあげると、あなたもね、可愛い子供の顔を描くことができます。ね。そしてまた、ね、人物で描くとき大事な点もう一つありましたね。そう。血の色ですよ。できるだけ赤系の色を使いましょうね。はい。いかがでしたか？ね。これから、私と一緒にね、水彩を楽しんでいきましょう。それではまた。
いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。